皆さん、こんにちは。今回ですね、結構、かなり好きな、作家さんですね。これが、カール・ヌーポートですね。彼はどっちかというとですね、ソーシャルメディアをやめましょうっていう話です。現実言うと、あまり人生に役に立てないもの、ですね。それをやめましょうっていう話あるんですけども、結構その辺は多分皆さん悩んでると思いますので、今日はこの辺のそのスピーチですね。自分で設定した目標ですね。このプレゼンは本当に、達成してるのかというところですね。うまくですね、皆さんを説得されるかどうかっていうところを、それを分析しながらですね、解説しようと思っております。結構ですね。本が結構面白いかなと思います。これ2016年ですね、出てるものですね。これは TEDx タイソンですね、出た話です。All right, so you probably don't realize that right now you're actually looking at something quite rare. 皆さん、最初にですね、すごく簡単の、ユニコーンに出してるっていうところで、珍しいものと、ユニコーンは確かにあってたらわかるんですけど、でも多分最初にですね、何こういうものを出してるのかって多分皆さん気になるっていうところ。とにかくそういうやっぱりフックとしてはですね、悪くはありません、最初はね。これはどうやって展開するんだろう。Because I am a millennial computer scientist book author standing on a TED stage, and yet I've never had a social media account. そういう意味では確かにね、大体で皆さんイメージとしてはですね、そう言ってね、有名なサッカーだったりとかですね、そういうような人は、大体インスタグラムとかフェイスブックとかそういう、よく持ってるっていうところなんですけど、持たないとですね、そんなに有名できないとかですね、そういうなんかたくさんの本出せないっていう、多分皆さん思うわけなんですよね。なので、そうなんだ。できるのっていうですね、どうやってできるんだろうっていうのは、興味を作るっていうところ、これ辺がうまいですよね。How this happened was actually somewhat random. Social media first came onto my radar when I was at college, my sophomore year of college. This is when なるほど。Facebook arrived at our campus. このステージ見ると結構面白いですよね。これは多分おそらく普通の、大学的なところなんです。でも、ど真ん中にいるんですよね。ど真ん中にいるっていうところだと、多分名線的にはですね、若干邪魔になってるというところなんで、真ん中に立つと悪くないんですけど、どっちか片方に立った方が多分、皆さんが、そういうようなスクリーンが見やすくなるっていうところはあるんですけど、いいんじゃないですかねっていうところですね。And at the time, which was right after the first dot-com bust, I had had a dorm room business. I had had to shut it. ドームルームビズ結構面白いですよね。彼はじゃあ、学力持ってるだけではなく、結局結構ビジネスもできる人なんで、面白いですね。Down in the bust. And then suddenly this other kid from Harvard named Mark had this product called Facebook, and people were getting excited about it. So it's sort of a fit of somewhat immature professional jealousy. I said, I'm not going to use this thing. それで活続きですよね。それは多分冗談だと思います。I'm not going to help this kid's business. What's that ever going to amount to? So anyways, ちょっと笑いがとって多分これが大失敗でね。as I go along my life, I look up not long later and I see that everyone I know is really hooked on this thing. And from the clarity you can get when you have some objectivity, some perspective on it, I realized this seems a little bit dangerous, so I never signed up. なるほど。ということで皆さん、Facebook に登録しなかったの？そういうことなのっていうところ、ストーリーとしてはいいんですよね。じゃあ誘惑はどこから出てくるんだろうな。I've never had a social media account since. なるほど。So I'm here for two reasons. I want to deliver two messages. The first message I want これ基本的にあんまりよろしくないですね。メッセージを2つを出すというと、私はどっちかというとですね、1つを出した方がいい。1つ出すんだったら、その2つ目がうまくつながれば、それで多分覚えてくると思いますけど、基本的に皆さんはたくさん覚えてくれないので、すぐ忘れてしまうので、一つのメッセージに絞った方が良い。もしくはどうしても2つを出したいんだったら、
まあ、その1個が忘れても、その2個目がすぐ覚え出せるようにですね。どっちにですね、どっちに覚えても、残りのやつをすぐ思い出せる、ようなところがいいと思いますね。ただまあ、2つをかなり密密につながった方が良いと思いますね。want to deliver is that even though I've never had a social media account, I'm okay. そうです Not to ね。worry. まだ生きてますよと、ちょっと笑い取って。なるほどね。とりあえずね、そういうね、SNS 使ってなくてもうまくいきますよ。これは最初に言ったですね。ユニコーンだから。まあ、なるほど。分かったっていうですね。It turns out I still have friends. I still know what's going on in the world. As a computer scientist, I still collaborate with people all around the world. I'm still regularly exposed serendipitously to interesting ideas, and I rarely describe myself as lacking in entertainment options. なるほど。でも多分そう言うと、どうやってそれができてるのかっていうところは、まあ多分、質問が普通に、まあ聞き手の中では多分出てくる。どうやって今のね、みんな大体情報は YouTube だったりとかですね、Twitter だったりとかですね、Facebook だったりから情報収集するので、それをせずに、うまくですね、エンターテインメントもあるし、ちゃんとニュースになってることを理解してるし、まあいろんなネットワークもできてるし、どうやってっていうところですよね。なので、これ辺ですね、どんどんこのトークの中で、結構そういう皆さんが、そういうの回が欲しくなるんですよね。まあ、そうとりあえずわかりましたと。So I've been okay, but I'd go even farther. I'd go even farther and say not only am I okay without social media, but I think I'm actually better off. それがさらにですね、面白い。つまり、じゃあ、それがなしで、なおかつ自分が今、皆さんよりを、多分人生を楽しんでるよっつって、そうなのっていうところ。で、この、まあ大体1分48秒の中で、問題を設定して、皆さんが多分その回答が、どうやってを欲しくなって、なおかつですね、さらにですね、OK だけではなくですね、もっといいことがあるよっつって、その未来があるのっていうところ。まあ、これはやっぱりその、スピーチの構成としては、これ、導入部がすごくいい。まあ、ちょっとその、最初のフックのところはちょっと、って感じなんですけど、まあ、こういうのはいいですね。I think I'm happier. I think I find more sustainability in my life, and I think I've been more successful professionally because I don't use social media. なるほど。多分、どうやって多分普通になると思いますね。いいですね。So my second goal here on stage is to try to convince more of you to believe the same thing. なるほど。これ非常にシンプル。これは別に、これが2番目って言わなくても多分普通に成立されると思いますけどね。自分がやっぱりなしでこれぐらい成功して、さらに皆さんもこの同じことができるよっていうようなところは、基本的にモチベーションスピークで一緒ですよね。私はこういうやってるんだっつってですね、皆さんもやってみましょうねっていう。そういうようなところなんだけど、基本的に、お前はできるんだけど、私はできないっていうですね、そこら辺の、特に説得する、スピーチは、やっぱり聴衆の中に、反応をうまく、予測して、そしてうまく対応すると、非常に重要であるので、やっぱりその聴衆が何考えているのかっていうところ、うまく察知することが、大事です。この辺は。To see if I could actually convince more of you that you too would be better off if you quit social media. So if the これすごく、いいポイントは、このプレゼンは、その、成功したかどうかっていうところの判断基準が簡単です。自分が納得されるかどうかですね。私は納得しました。っていうだったら、これが完璧、成功しましたスピーチ。ほとんどのスピーチはそれはなってないので、このスピーチのね、勝利条件でなんだろうっていうところは結構考える必要な。分析するにはですね。
これすごくわかりやすい。これいいですね。かなり理屈っぽくですね。The theme of this TEDx event うんうん。 is future tense. I guess, in other words, this would be my vision of the future, would be one in which うんうん。 fewer people actually use social media. なるほど。これちょっとね、訳がちょっといまいちなんですね。フューチャーテンスは確かにですね、未来形なんだけど、そうじゃなくて、そのテンションというところは、そういうね、文法的な問題じゃなくて、そういう現在と未来の間にテンションがあるんですね。そういうカットっていうか、あるので、それ、未来があって、そして現在があって、ここの部分ですね。どうやって未来引っ張ってるのこの引っ張ってる感、引っ張り感ですね。そういうような多分ニュアンスがあると思いますけど。訳が若干いまいちですね。Okay, so that's a big claim. I think I need to back it up some. I thought what I would do is take the 3 most common objections I hear when I suggest to people that they quit social media. これすごくいいですね。まずは3つの法則を使って、そして反論していくっていうところですね。なので、これ皆さんが、なるほど、なるほど、なるほどっていうところ多分なんですよね。で、基本的に、大きく分けると、その内部的な多分疑問と、外部的なものと、あとその辺の周辺のものが結構あるんですけど、どういうようなものが出てくるんだろうね。And then for each of these objections, I'll try to defuse the hype and see if I can actually push in some more reality. なるほど。This is the first most common objection I hear. イメージね、確かにね。そうですよね。そういうソーシャルメディアの前に時代はそういう感じではなかったんですよねっていうところがあるんですけどね。イメージをよく笑わ That's れま not し a たし。hermit. That's actually a hipster web developer down from 8th Street. Hipster or hermit, sometimes it's hard to tell. そうですね。So this first objection goes as follows. Cal, social media is one of the fundamental technologies of the 21st century. To reject social media would be an act of extreme Luddism. そうですね。これは多分。ソーシャルメディアを拒否するというは極端の、確かにね、開口主義。そういう反論をそのものは多分皆さんそういうような言葉は使わないと思いますね。ルダイティズムは使わないと思いますね。イメージは合ってます。イメージは合ってます。表現はちょっとあれなんだけど。できるだけ、そういう反論を作ったときに、聴衆が持ってる言葉を使ってやればいいかなと思いますけどね。It would be like riding to work in a horse or using a rotary phone. I can't take such a big stance in my life. So my reaction to that objection is, I think that is nonsense. 確かに、それは直球ノンセンスですねって。ノンセンスなのって。こういう、もうちょっと柔らかくね、最初からですね、言った方が良い。説得したいんだったら、皆さんも多分、そう感じますよね。そう感じます。難しいですね。こういうものがありますよと。いきなりノンセンスでみんながガードするんですよね。これはちょっとね、あれなんだけどね。Social media is not a fundamental technology. It leverages some fundamental technologies, but it's better understood as this. なるほど。これはストロットマシーンですね。そうなのって多分なるんですよね。なんでストロットマシーンと SNS に近いのって。皆さん多分思うんですよね。Which is to say, it's a source of entertainment. It's an entertainment product. エンターテイメン The ト way ね。 the technologist Jaron Lanier puts it is that these companies offer you shiny treats in exchange for minutes of your attention and bytes of your personal data, which can then be packaged up and sold. 実はこれって、このスピーチに出てるかどうかはわからないんですけど、この、メールの受信箱と同じなんですっていうのは、ただ Facebook はなんかいい情報が出てくるのか、そうではないのかっていうと分からないんですよ。で、なんかいいねが適度に来るっていうのは、多分開いたら時々じゃあポットが出てくるとか、そうではない場合もあるので、そういうようなですね、
何が本当に出てくるのかっていうところは必ずいいものが出てこないので、意外とそのギャンブリング依存症に似てるような仕組みが実際に、メールの受信箱も入ってるし、Facebook と Twitter とか全く同じような、配信する側ですね。配信して何かコメントしたりとか、そういったようなところですね。確かにそういうような話は確かになんかいろんな研究で出てるんですよね。これはね、こういうような話が出てくるかな。So to say that you don't use social media should not be a large social stance. It's just rejecting one form of entertainment for others. It should be no more controversial than saying, I don't like newspapers, I like to get my news from magazines. Or なるほど、なるほど。じゃあ、なぜそれ言うのかっていうところはこれからの説明しないと皆さん多分納得できませんというところ。エンターテインメント。なんでエンターテインメントで言えるのかっていうところ。こういうのですね。ちゃんとですね、リックス作ることが大事ですね。I prefer to watch cable series as opposed to network television series. It's not a major political or social stance to say you don't use this product. たくさんの選択の中で一つだよっつって。確かにね。My use of the slot machine image up here also is not accidental because if you look a little bit closer at these technologies, it's not just that they're a source of entertainment, but they're actually a somewhat unsavory source of entertainment. We now know that many of the major social media companies hire individuals called attention engineers. そうですね。これは確かに検索すれば出てくるんですよ。そうですね。こういうかなりあります。Who borrow principles from Las Vegas casino gambling, among other places, to try. あと行動ね、行動心理学のところで、人間がどうやって習慣作り、そういうような仕組みですね、分かった上で、中毒性を作ると、ことが結構言われていますね。To make these products as addictive as possible. That is the desired use case of these products, is that you use it in an addictive fashion because that maximizes the profit that can be extracted. そうですね。これは YouTube も同じことを言えるっていうところですね。YouTube の目的としては、やっぱりたくさんのビデオを見てほしいので、そういうような風にきちんとですね。Netflix もそうですね。同じような仕組みです。なので、やっぱりある程度ですね、皆さんが管理しないといけないところが出てきます。はい。From your attention and data. So it's not a fundamental technology, it's just a source of entertainment, one among many, and it's somewhat unsavory if you look a little bit closer. そういうことがありますね、ものによって。So here's the second common objection I hear when I suggest that people quit social media. The objection goes as follows: Cal, I can't quit social media because it is vital to my success in the 21st century economy. これが確かですね。皆さん結構そういう、特に起業する人たちは、やっぱりその Facebook なりや Twitter なりとかですね、他にいろんなものを使ってですね、自分の、マーケティングするために、結構使って、それを結構そういう、イロニストですね、それで有名になったっていう、これ死ねっていうね、某の、よくですね、人ですね、すごく全てのメディア尽くしてですね、かなり発信力持ってですね、やってるっていうところなんで、皆さん多分なんとなく何人かで思いつけると思いますけど、そういうイメージが多分出てきますね。はい。If I do not have a well-cultivated social media brand, people won't know who I am, people won't be able to find me, opportunities won't come my way, and I will effectively disappear from the economy. ここはうまく表現されています。大体皆さん多分そういうようなことを思ってると思います。やっぱり1番目より、この2番目はですね、うまく多分皆さんが思ってるような言葉を使って表現しているっていうところ。これは良かったですね。So again, my reaction is once again, this objection also is nonsense. で、同じように、これはとりあえず何回も繰り返すことはいいんだけど、でもいきなりノンセンスだよっつって、っていうところ。なので、ちょっと皆さんが、ちょっとガードを上げて、なんでっていうですね。きちんとやるからです。皆さん多分そう思うんでしょうね。でも、じゃあちょっと皆さん考えましょうと。そうですね。で、なぜか違う、
選択があるかというか、これはですね、説明すればいいですよね。So I recently published this book that draws on multiple different strands of evidence to make the point that in a competitive 20で、多分、これ、本自体の中身非常にいいんですけど、多分そこから、でも、ニューポットさん、もう、この前とこの前とこの前のね、本出してるよねって。いきなり名のない人が本出せるわけではないでしょと。どうやって、そういう SNS 作りしないとですね、そういうね、マーケティング、本のマーケティングはできないと。多分、普通にこういう時点出してしまうと多分そう思いますよね。21st century economy, what the market values is the ability to produce things that are rare and are valuable. そうですね。なので、確かに希少であって、なおかつですね、すがに価値があるものが非常に重要であって、さらに、その市場がそれが分かるように、ことをしないと、ちゃんと有益性は持たないというところがあるんですけど。And produce something that's rare and is valuable, the market will value that. What the market dismisses, for the most part, are activities that are easy to replicate and produce a small amount of value. それはそうです。簡単なものだったら、全然あまり価値は生まれないですよね。Well, social media use is the epitome of an easy to replicate activity that does not directly produce a lot of value. It's something that any 16-year-old with a smartphone can do. そうですね。厳密に言うとそうですよね。っていうところそれ中身次第ですね。ただし多分ほとんどいい人。カール・ヌーバーと同じことを言えるのね。それは確かに。例えば、こうっていうところを出した方がいいですね。By definition, the market is not going to give a lot of value to those behaviors. It's instead going to reward the deep, concentrated work required to build real skills and to apply those skills to produce things like a craftsman that are rare and that are valuable. 例えば、この辺の例えばが必要です。イメージするですね。聴衆的ね、ずっと聴衆的だったら皆さん、なんだろうってなるんですけども、まずはですね、6分しか経ってないので、どんどんですね、含まれると思いますね。To put it another way, if you can write an elegant algorithm, if you can write a legal brief that can change a case, if you can write 1,000 words of prose, that's going to fixate a reader right to the end. それは間違いない合ってますね。例えばこれだったってですね。それだっていいですよね。確かに皆さんがそれ欲しいっていうところになります。ただし、そういう、アルゴリズムだったり、そういうアルゴリズムで評価される会社いないとダメだし、そういうようなケースですね。重要なケース。やっぱりそういうような実際に評価する法律事務所いないとダメっていうところがありますね。If you can look at a sea of ambiguous data and apply statistics and pull out insights that could transform a whole business strategy, if you can do these type of activities which require deep work that produce outcomes that are rare and valuable. それ3つの例を出して、それすごくいいですよね。確かに。People will find you. You will be able to write your own ticket. You will be able to build the foundation of a very meaningful and successful professional life, regardless. でもじゃあ、それを作れる環境を自分で探さないといけないっていうところもありますし、それに、やっぱりそういうスキルを磨く場も見つけないといけないんですよね。そうすると、自然にそういうような欲しがったり人は出会うんですよね。Of how many Instagram followers you have. それは全然関係ないですよ。確かに。So this is the third common objection I hear when I suggest to people that they quit social media. And in some sense, I think it might be one of the most important. これ見ると皆さんわかります？なんかパーティーピープルがいる感じなんですけどね。So this objection goes as follows. Kyle, maybe I agree with you. Maybe you're right. It's not a fundamental technology. Maybe using social media is not at the core of my professional success. But you know what? It's harmless. I have some fun on it. Weird Twitter is funny.
I don't even really use it that much. I'm a first adopter. It's just kind of interesting to try it out, and maybe I might miss out on something if I don't use it. What's the harm? まあ、特にね、不都合ないでしょっていうところを、じゃあ何で使うのっていう。普通に多分こう思うんですかねっていう。So again, I look back and I say, this objection also is nonsense. まあ、同じですね。パターンとしてはすごくいいですね。1番目ノンセンス、2番目もノンセンス、3番目もノンセンスで、そういうような簡単な回答することはすごくいいと思いますが、まあ、何回も繰り返します。そういう直球ですね。ダメだっていうですね、言った方が多分ちょっとその説得力がちょっと乏しいなっていうところがあります。と思ってる人が、そうだよねっていうところ。ってですね、説得したいんだったら、とりあえず、なんか、yes and っていうところですね。そっちの方がうまくいくっていうところを思いますけどね。In this case, what it misses is what I think is a very important reality that we need to talk about more frankly. それは何でしょう ?Which is that social media brings with it multiple, well-documented, significant harms. まあ、それは確かにあります。じゃあ、そういう well-documented の harm、まあね、が何かっていうところを、これから説明しないと、皆さんが多分、何ですかって思うんですよ。あとは、この3つの反応をもう少し時間与えた方が良かったかなと思いますね。And we actually have to confront these harms head on when trying to make decisions about whether or not we embrace this technology and let it into our lives. So one of these harms that we know this technology 3つありますので、皆さんが多分ある程度1、2、3がこれから出てくるっていうところなんですね。とりあえず1つが何々と。で、もう少し整理したいんだったら、1つ目が何々、2つ目が何々、3つ目が何々。じゃあまずは1つ目がこれですと。ちょっとつまんないんですけど、こういうふうに、まず1つ。じゃあはい。brings has to do with your professional success. So I just argued before that the ability to focus intensely to produce things that are rare and valuable, to hone skills that the marketplace values, that this is what's going to matter in our economy. そういう言ってますけど、これはこの特区の中で、証明してない。集中しますと。これについて本出してますと。皆さん、もう少しですね、詳しく知りたいんだったら本どうぞっていう話なんですけど、この辺で、例えば皆さんがその部分に納得してない、他にね、経済の中ですね、そういうようなすごくスキルとか、すごくですね、長けてる人なきても、そこそこ実際に稼げる人が、いるわけなんで、皆さん、そうなの？それが本当なのと、その疑問に対する対処をした方が良いと思います。この話の中で、二つの例出してもいいかなと思いますけど、それがちょっとさらっと、進めてしまうとですね、おそらく、光る人は光るずと。But right before that, I argued that social media tools are designed to be addictive. 確かに一番目ですね。desired use case of these tools is that you fragment your attention as much as possible throughout your waking hours. That's how these tools are designed to use. だから Well, we have a growing amount of research which tells us that if you spend large portions of your day in a state of fragmented attention, so large portions of your day where you're constantly breaking up your attention to take a quick これは確かにね。これ、モルチタスキングの皆さんもモルチタスキングできますかっていう、これはメールの受信バックでも同じようなことを言えるっていうところなんで、結構ですね、中断してメール見たりとか、メール見すぎ、の問題ですね。これ、SNS と一緒。はい。glance to it, just check, let me just quickly look at Instagram, that this can permanently reduce your capacity for concentration. なぜなれば、低下することが下がります。それをなぜそう思ってるのかっていうところ。集中するのには時間かかったりとか、何回か理屈ですね、出さないといけないんですね。In other words, you could permanently reduce your capacity to do exactly the type of deep effort that we're finding to be more and more necessary. And
in an increasingly competitive economy. So social media use is not harmless. It can actually have a significant negative impact on your ability to thrive in the economy. まあ、トライブというか生産性ですよね。つまり生産性が低下しますと。一番目のね、悪いやつなんで。簡単に言うとそう。なんかこれはちょっとね、短くにすればいいですかね。I am especially worried about this when we look at the younger generation coming up, which is the most saturated in this technology. If you lose your ability to sustain concentration, you're going to become less and less relevant to this economy. で、そうなると、どうなのかっていうところを多分気になる部分ですよね。つまり、仕事できる人と、仕事できない人が、こういうできない人がどんどん増えてくるので、こういう格差が生まれると、そうすると、社会的な不安が、増えてくるというようなところになるんじゃないかっていうところですね、きっと。There's also psychological harms that are well で、それを語ってないので、語った方が良いと思います。そういうなんか自然にこうなるっていうところをね、きちんとですね、言わないと、皆さん多分イメージづらいと思います。documented that social media brings that we do need to address. うんうん。So we know from the research literature that the more you use social media, うん the more likely you are to feel lonely or isolated. まあ、例えば、何か、そういうところも少し言いましょうね。じゃあ、多分言うかな。We know that the あとちょっと気になるところが、まあこういうね、多分、ちっちゃいのね。こういう画像。なんかこういう枠は入れないな、と思いますよね。一つの写真使えば、まあそれは全てのスペース使えばいいじゃんって思いますけどね。別にそっちの方が綺麗かなと思います。constant exposure to your friends' carefully curated positive portrayals of their life can leave you to feel inadequate and can increase rates of depression. それはどっちかというと、人の、まあ、自己肯定に左右されるっていう話はあるんですけど、まあそれは確か、そうだね。皆さんも多分感じてることはあるんですよねって。こう問いかけやった方がいいと思います。これ一方言うだけです。皆さんこう感じませんか？なんか Facebook 見たときに、すごくなんか楽しそうに人見たときに、いいなぁと。そういうようなことを感じますか？これで毎日感じてたらどうなります？なんかちょっと鬱っぽくに結構ケースが出てくるしませんか？こういうような問いかけですね。やった方がよかったなぁ。And something I think we're going to be hearing more about in the near future is that there's a fundamental mismatch between the way our brains are wired and this behavior of exposing yourself to stimuli with intermittent rewards throughout all of your waking hours. で、そうするのとどうなるかっていうところをね。So it's one thing to spend a couple hours at the slot machine in Las Vegas, but if you bring a slot machine with you and you pull that handle all day long from when you wake up to when you go to bed, we're not wired from it. そうですね。それは確かに。ちなみにもう、そろそろ10分なんだけど、問題が3つって言ったんだけど、残りの2つは言及するかな。It short circuits the brain, and we're starting to find that it has actual cognitive consequences, one of them being this sort of pervasive background hum of anxiety. 確かにね、こういうようなですね、不安って、なんとなく不安があるっていうところは確かにですね、社会的な現象になっているっていうところなんですよね。Now, the canary in the coal mine for this issue is actually college campuses. If you talk to mental health experts on college campuses, they'll tell you, along with the rise of ubiquitous smartphone use and social media use among the students on the campus came an explosion of anxiety-related disorders. なるほど。そうするとこの辺はデータ出した方がいいですよね。線グラフ。ね。このね、スマホが出たところと、不安障害がこういうふうに増えました。そういうデータがあれば、きちんと出した方が、人が説得をされるっていうところがあります。
それ、まずは目的が説得するからですね。説得するんでやれば、それをデータ出しましょ on those campuses. う。う So ん that's the canary in the coal mine. うん。うんうん This type of behavior is a mismatch for our brain wiring. It can make you feel miserable. So there's real うん。 cost うんうん。 to social media use, which means うんうん。 when you're trying to decide, should I use this or not, saying it's harmless is not enough. You actually have to identify うんうん。 a significantly positive, うん。 clear benefit that can outweigh these potential. まあ、こう、確かにそのまあ、論理的には、そう、まあ、特に問題ないよっつって、じゃあ、この時間はさらに有効できるんでしょうかって言われたら、まあ、そうだねっていう、単純な話すると、でも彼はそうじゃなくて、まずはそういうですね、有害だよっつって、どれぐらい有害だとか分かりますかっていうですね、で、それを説明したって。この辺がちょっとずれてるね。有害です。これ本当に有害ですよと、はっきり言ってね。 completely non-trivial harms. うんうん。 So people often ask, okay, but what is life like without social media? That can actually be a little bit scary to think about. おお、ソーシャルメディアのない未来。まあ、確かに。構成としてはいいですね。ちゃんと問題定義してですね。問題定義して、こういうぐらいのハーマがいっぱいありますと。で、ちゃんと話せば、その後に、じゃあ、そのソーシャルメディアのない世界、どういうようなところになるかっていうのは、それに心配ないよってなれば、こうです。でもちょっと気になる部分、なんか3つのやつがあって、そのね、反論が3つちゃんと答えてるんだけど、このハームの中で3つありますよと。で、1つがこれですと。って言ったのに、この残りの2人目はちょっと気になる。でも多分言及しませんね。What I found from people I know who've gone through this process, there can be a few weeks that are difficult. It actually is like a true detox process. The first 2 weeks can be uncomfortable. You feel a little bit anxious, you feel like you're missing a limb. But after that, things settle down and actually まあ、彼はなぜかですね、この写真がきちんとですね、収まってるっていうところがあるんですけども、非常にいい写真ですね。こう、なんでこれ選んだろうね。ソーシャルメディアがない世界。まあ、単純になんか、森をちょっとなんか多分秋っぽいのところかな。あまり緑がないっていうところなんで、なんか寂しそうな写真。なんで、これ、こう、ソーシャルメディアのない世界がこういう感じしてますってすると、これ嫌だって感情的になるので、この選択で本当にいいのか。 life after social media can be quite positive. で、多分なんていうね、ソーシャルメディアがない世界が本当にいいよって言いたいんだったら、なんかすごくなんか緑が多い、なんかすごくいい空と、なんか真っ空が白いなね、っていうところなんで、まあもう少しいい写真が、夏のすごく新緑、まあ夏とか春かな、新緑が見えてですね、そういったようなところがあった方がいいかもしれませんね。There's two things I can report back to you from the world of no social media use. 二 First, つ it can be ね。quite productive. どのぐらい Quite productive. So I'm a professor どのぐらいかっていうところですね。at a research institution. I've written 5 books. I rarely work past 5 p.m. on the weekend. なるほど。Part of the way I'm able to pull that off is because it turns out if you treat your attention with respect, so you don't fragment it, you allow it to stay whole, you preserve your ability to concentrate when it comes time. そうすると、じゃあどうやってって話になる。そう、どうやってそういう集中、そして適切な集中時間とか、そういう、まあ、ソーシャルメディアをどう扱いか。例えば、この時間だけで見るのか。多分皆さん多分、いきなりソーシャルメディアバラカウトとか難しい。でも、まあそういうような提案をするかもしれません。とりあえずね、1ヶ月何も使えないで、つって。そうする時間の使い方どうするっていうのは、まあそれは多分それぞれにですね、個人によって違うんだけど、これがこういうふうにしてますっていうようなところを提案すればイメージつきますね。
time to work, you can actually do one thing after another and do it with intensity. And intensity can be traded for time. It's surprising how much you can get done in an 8-hour day if you're able to give each thing intense concentration after another. 確かに。それは合ってますね。Something else I can report back. でもそういう時間の使い、どうやって使い分けてるのかっていうところをちょっと知りたいわけで、なおかつすごく集中すると疲れるっていう話も出てくると思います。なので、でも朝ね、こうやって、そしてお昼食べて、そしてまあその後にですね、こういうふうに1時から5時までこういうふうにやってきましたっていうところ。なんか理想の1日にね、語ればある程度イメージつきますっていうところあるんですけど、まあそろそろ12分ですね。その辺が多分語られないな。From life without social media is that outside of work, things can be quite peaceful. そうですよね。So I often joke I'd be very comfortable being a 1930s farmer because if you look at my leisure time, I read newspaper while the sun comes up. I listen to baseball on the radio. I, honest to God, sit in a leather chair and read hardcover books at night after my kids go to bed. すごいですね。It sounds old-fashioned, but I'll tell you, they were onto something back then. It's actually a restorative. こういうような話考えると、実際ね、全然触れてないところがあるんですけど、それはアメリカの生産性ですね。生産性が実際に上げてないです。全然。いろんな技術が入ってるんだけど、その一人にあたりの生産性がそれに上がってない。一つの理由は、多分これソーシャルメディアの関係かもしれませんけど、これは言ってない。ただし、こういうような使い方すると、自分の個人の生産性が上がりますよ、と言えるっていうところなんですけども、まあ、そこをつなげてない。もったいないな。Very peaceful way to actually spend your time out of work. You don't have the constant hum of stimuli and the background hum of anxiety that comes along with that. So life without まあ、でもこれすごく描くとすごくいいですよ。皆さんある程度、ね、イメージしやすいですよね。朝こうやって、そしてこれからこうやって、こうやって、こうやって、こうやって。なんかそういうね、昔、インターネット前時代の生き方っていうところですよね。social media is really not so bad. So we pull together these threads, and you see my full argument for why I think not everyone, but certainly much more people than right now use social media. Much more people should not be using social media. And that's because we can first, to summarize, discard with the main concerns that somehow it's a fundamental technology you have to use, nonsense. じゃあこれからサマリーが入ってきますね。そうすると、とりあえず反論した部分ですね。こういうふうに反論しました。こういうふうに反論しました。こういうふうに反論しました。なるほど。じゃあ、そういう基礎的な技術ではないと。まあ、どっちか言うと、そのね、ギャンブリングに近い、中毒性のあるものっていうところですよね。It's a slot machine in your phone. We can discard with this notion that you're not going to get a job if you don't use social media. そこら辺が確かに、ニューポートさんができたっていうところがあるんですけど、それは詳しくは説明されてないので、どうやってって多分皆さん思うわけなんですね。彼が出版しましたっていうですね。そういうようなところができたっていう、まあ、彼は教授ができました。確かにですね、教授ね、それにね、SNS 使わなくてもいいっていうところなんだけど、起業したい人はどうやってっていうところ、その辺のジャーニーをプロセス、ちょっと見せてないので、多分、いまいち、しっきり来ないっていうところですね、残念ながら。Nonsense. Anything a 16-year-old with a smartphone can do is not going to be what the market rewards. And then I emphasize the point that there's real harms with it. So it's not just harmless. You really would have to have a significant benefit before you would actually say this trade-off is worth it. And finally, I noted. まあ、その辺は、まあ、投資するものに通して大きなメリットがあるかどうかっていうところは単純にそういうことだよね。That life without social media, there's real positives associated with it. そのリアルポジティブな部分は、それに時間かけて説明してないんだけど、ちょっと、なんか、さりがなくバーンと出した。なんで、これをもう少し描いた方がよかったな。So I'm hoping that when many of you actually go through this same calculus, you'll at least consider the perspective I'm making right now, which is many more people would be much better off if they didn't use this technology. なるほど。もうと But りあ of えず course, 考 some え of you る might と。disagree. Some of you might.
で、とりあえず、ここの部分は実際に一番初めに、これ多分言った、皆さん多分ね、もう少し書いてほしいと。で、その中に多分ね、反対意見もあるかもしれませんけど、ね、あるかもしれないけど、とりあえずですね、ちょっと皆さんですね、考えてほしいと。じゃあ、皆さんね、よくあるの反応がどういうものかっていう。例えば、これとか、これとか、これとか。これサムリーは悪くないですね。Have scathing but accurate critiques of me and my points. And of course, I welcome all negative feedback. I just ask that you direct your comments towards Twitter. Thank you. で、それは笑いなされば、Twitter は使ってないので、彼は見えませんっていうところなんですね。というわけなんで、この辺の話は、まず目的がしっかりしています。で、とりあえず皆さんですね、説得するという大きな目標があって、それはそういうようなところ、皆さんがやっぱり SNS を使えないようにですね、皆さんとりあえず、使わないでっていうか、とりあえずそれに対してちょっと考え直したっていうところ、そう考えた。なるほど。で、ターゲットは分かりやすい。基本的に、そこにいる人たち、大体大学生の人たち、でもそれでもトピックとしては誰でもですね、共感できるものなんで、大きな人たちでもある程度言えますと。で、そうすると考えたときに、じゃあ、こういうようなものの問題が何かっていうところをあって、それに対してソリューション。じゃあ、こういうふうに未来はどうなってるか、これやりましょうねっていうところを考えると、彼の構成としては、まずはよくある反応の先にそれを潰す。構成としては悪くない。潰して、潰して、潰して。なるほど。でそうすると、SNS が悪いとある程度分かりますと。でその中で、じゃあ SNS のメリット、なぜ皆さんそういうようなやってるのかっていうところは、きちんとですね、皆さんこういう女を持ってるから、実際違うよって言ってるので、ある程度語って。ただし、でもその未来のところはちょっと、って感じなんですね。1分、2分ぐらいですね。語ってるんだけど、もう少し、ね、起業する人をどうやってですね、SNS 使わないでできるのか、時間の使い方はですね、うまく集中するためにどうなってるのかっていうところとか、すごく曖昧でうまくですね、描いてないので、おそらく皆さんが多分、なんとなく、わかるんだね。確かに重落性があるんだけど、言ってることをね、なんとなく理解できるの難しい、多分ね、出てくると思います。なので、そういう説得するために、やっぱりですね、それぞれのところをもう少し掘り下げて、なおかつですね、すごくいい未来を描いて、皆さんがある程度体が感じるような未来ですね、こういうようないいことは本当にいっぱいありますよってですね、感情的に打ってですね、打ってからですね、なぜこういうね、皆さんがこういう未来いけないのか。こういうような思い込みがあるんだよ。と。だからこういう思い込みだダメだと。こういう思い込みだダメだ。なので、ちょっとね、ちょっと前に問題ある程度触れて、すごいいい未来が触れて、その後ですね、きちんとそれぞれのね、思い込み潰しっていうところ、そっちの方がいいかなと、個人的に思います。いずれにしてもですね、すごい面白い、リックスあふれる、プレゼンでした。皆さん、ぜひぜひ別の、動画で会いましょう。バイバイ。